こんな状態になっても治りますので安心してください。オープニングのような乱暴なことをしなくても、この部品は簡単にバラバラになります。最近のシマノのローラークラッチはリールの分解中にこんな状態になることは全然あります。引き抜く前には線を引いた方がいいです。取り付く位置関係が決まってますので、線があれば迷いをなくせます。ずれていると部品が浮いてしまいます。分解するようなものではないので、この部品を抜くときも組むときもリールを下向きで実施してください。取り外し後はここにも印をつけておいた方がいいです。保管中にバラバラになってしまった場合のことを考え、万が一のためです。この動画を見れば印がなくても初期位置がわかるように伝えますので、すでにマークなしでバラバラになっている方は後の説明を参考にしてください。ではバラバラになってしまったローラークラッチを私なりの方法で伝えます。まずはスプリングの挿入です。この溝にスプリングを入れます。スプリングには上下があって、先端に曲げがない方を下側にして挿入します。同じように全部入れました。こんな状態です。次の工程はこの部品の挿入です。先にニードルを置いてもいいですが、それだとニードルを入れるときにスプリングが取れてしまうことがあり、ストレスになります。このプレートにはポンチマークがあり、初期の位置関係は樹脂成型品の M の刻印の近くになっています。この位置関係です。ここがずれた時にどうなるか分かりませんが、初期位置に合わせた方が無難だと思います。次が難関でニードルの挿入です。この部品は材質が SAS304 か316か分かりませんが、おそらく旋盤で製造していると思います。よく見ると旋盤製造時にできる突っ切りボツと思われる部分があります。私はこの部分を全部上にしてます。これも揃える意味はないかもしれませんが、一応揃えておきます。この凸は24ツインパワーのローラークラッチにもありました。ただ24ツインパワーの場合、凸のある反対側は旋盤のセンター押しみたいなへこみが全部にありました。アルテグラにはなぜかないです。どこかのタイミングで工程変更したのでしょうか。ローラークラッチの型式はどちらも同じ 10S2L です。入れるときはスプリングがこの方向に出るように入れてください。この挿入が結構大変で、結局ストレスにはなります。しかもこの部品がつかみにくく滑って落としたりします。そんな時は焦って体を動かさず、落下時の音に全神経を集中してください。そうすることで落下場所を絞り込めて、装着場所を荒らすこともないです。スプリングを外に押すようにニードルを挿入していきます。全部入りました。すべてのスプリングの出ている方向がこのようになっているか確認して次の工程に移ります。最後はプレートの取り付けです。
この部品はプレス加工と思われ、単面の片方にはエッジがあります。製造上で出るこのエッジがある方を手前にしてます。プレス時に出るダレは内部側です。表裏はないかもしれませんが、初期状態はこうなってました。それとここに通し穴があり、樹脂部品側にある M の刻印からほぼ逆の位置に持ってきてます。正直これも位置関係の理由は分かりませんが、初期状態はこのようになってますので、合わせるのが無難です。完成したらインナーを挿入して逆回転しないか確認してください。油断するとこの確認中にもバラバラになったりしますので注意してください。問題なさそうです。改めてインナーをシャフトに通し、ローラークラッチを入れます。この時、オーリングの挟み込みに注意してください。無事に治りました。全く逆転はしてません。お伝えしてきた組み立ての注意点は基本的に初期状態に戻しただけです。先にマーカーをしておけば迷いもなく組み立てられると思いますが、まあまあ簡単にバラバラになるんですよね。いきなりバラバラになると何が初期状態なのかわからなくなるので動画にしました。今まさに絶望的になっている方がいたら、この動画が参考になれば幸いです。ちなみにこの部品は1265円で買えますので、どうしようもない時は諦めて購入するのもありだと思います。